るか昔、アメリカ南西部の乾いた大地に、人々は静かに暮らしていました。見渡す限りの荒野、遠くに霞む青い山々、そして限られた恵みの水。その地でホビ族は、風と太陽と星々を友とし、作物を育て、平和と調和を何よりも大切にしてきました。彼らは自らを平和の人々と呼び、大地と空の声に耳を傾けながら、数千年にわたり暮らしてきたのです。その心の奥底には、世界の始まりと人類の歩みを語る古い物語が息づいていました。自然と人間が守るべき約束。そして、世界が幾度も生まれ変わってきた記憶を伝える魂の歴史書です。ホビ族はこのように信じます。私たちは最初からこの世界にいたのではない。かつて人間は三つの世界を渡り歩き、そして今、四つ目の世界に生きているのだと。その旅路は、調和を忘れた時に訪れる破滅と、そこからの再生の物語。地下の世界から地上へと導かれるとき、人々はいつも新たな希望を胸に、次の世界へと歩み出しました。メサの大地に残る儀式の場。牙の中央には小さな穴、シパプがあります。それは人類が前の世界から現れた出口であり、再生の象徴です。今から語るのは、その扉をくぐり、四つの世界を巡った人類の壮大な旅の記録。天と地、星々が見守る中で、繰り返されてきた創造と破壊の輪廻の物語です。まだ時が始まらぬ頃、そこには何もなかった。空も大地も光も闇すらも存在しない。ただ果てしない無場の中に永遠の意識だけが漂っていた。その意識はやがて思いを抱いた。光あれ。その瞬間、宇宙は揺らぎ、一筋の輝きが生まれた。その光こそがタワ。すべての源、太陽の父であった。タワは自身の胸からもう一つの存在を生み出した。それがソタクヌンは、天と地を形作る神である。タワは彼に命じた。虚空に秩序を与えよ。水と大地と空を分け、命の住まう場所を作れ。ソタクヌンワは星々をばらまき、太陽と月を天にかけ、地を広げ、海を満たした。そして、命を育む母を求め、地の奥深くから、スパイダーレディ、雲の女神を呼び出した。彼女は、大地の生と風の息を織り合わせ、粘土をこね、人の形を作った。一人、また一人。その胸に、命の息を吹き込み、歌を授け、言葉を教えた。こうして、第一の世界が始まった。第一の世界。光と調和の楽園。第一の世界は、
永遠の春に満ちていた。昼は、タワの光があまねく降り注ぎ、夜は、星々が優しく人々を見守った。獣は人と語り、鳥は夢を運び、川は愛のように静かに流れていた。そこには争いも飢えもなく、すべてが一つの歌の中で生きていた。しかし、長い時が経つうちに、心の奥に小さな影が落ちた。もっと欲しい。自分だけのものにしたい。その声は少しずつ広がり、やがて世界全体を覆った。歌は途切れ、笑いは消え、大地は痛みを訴えた。タワは悲しみ、世界を清めることを決意した。雲が空を覆い、大雨が降り、大地は裂け、火が吹き上がった。こうして、第一の世界は終わりを迎えた。わずかに残った者たちは、スパイダーレディに導かれ、シパプと呼ばれる大地の穴を通って、第二の世界へと進んだ。第二の世界。知恵と分裂。シパプを抜けた先は、山がそびえ、川が清く流れる、新しい大地だった。ここで人々は、知恵を与えられ、道具を作り、火を使い、畑を耕した。彼らは、家を建て、村を築き、互いに協力して暮らした。しかし、知恵は優劣を生み、優劣は誇りを呼び、誇りは分裂を招いた。我らこそが最も優れたものだ。その声が大地を裂き、争いが起こり、血が川を濁らせた。タワは雷を呼び、大地を揺らし、嵐を放った。第二の世界は、その力に耐えきれず、崩れ去った。再び生き延びた者たちは、シパプを抜け、第三の世界へと旅立った。第三の世界。映画と堕落の海。第三の世界は、果てしない海と、豊かな森に抱かれていた。人々は、船を作り、星を道しるべにして、海を渡り、遠い地と交易した。街は賑わい、祭りの太鼓が夜を照らし、笑いと歌が満ちていた。だが、富は人を変える。交易の船は、やがて、戦の船へと姿を変え、武器が作られ、海を越えて、争いが広がった。海は血に染まり、空は煙で覆われた。タワは大海を立ち上がらせ、巨大な波を放った。都市は沈み、大地は裂け、第三の世界は海の底へ消えた。わずかに残った者だけが、シパプを通って第四の世界へ向かった。第四の世界。最後の試練。ここは広大で美しく、しかし厳しい世界だった。大地は乾き、雨は貴重で、山は険しい。
人々は土地を耕し、水を探し、互いに助け合って生き延びた。スパイダーレディは言った。これは最後の世界。お前たちの心が試される地だ。大地と水を守り、互いを敬い、欲に飲まれてはならぬ。もし調和を忘れれば、この世界もまた滅びる。長老の語り。長老は、焚き火のそばで物語を締めくくった。わしらは、4度目の世界を生きている。この大地は、天から与えられた、最後の機会だ。次の世界はもうない。お前たちはどう生きるつもりだ？第4の世界は、お前たちに与えられた、最後の試練だ。互いを尊び、大地と水を守るのだ。もし再び、欲と争いに、心を奪われれば、この世界も滅びるだろう。炎は静かに揺れ、星々は遠くで瞬いていた。第4の世界の未来は、今を生きる我ら、一人一人の胸の中にあるのだ。この物語はここまでです。ホピ族の創世神話は、古代の人々の精神的遺産であると同時に、現代を生きる私たちへの鋭いメッセージでもあります。物語では、人類は調和を忘れ、欲望に溺れるたびに、世界を失い、新しい世界に移ることを余儀なくされました。第一の世界は、無草を持ちながらも、秩序を乱し崩壊し、第二の世界は、争いによって破滅し、第三の世界は、欲望と堕落によって終わりを迎えました。そして今、私たちが生きる第四の世界は、その繰り返しの果てに与えられた新しい世界なのです。ホピの人々は、この第四の世界も永遠ではなく、人類が節度と調和を失えば、やがて終わりを迎えると伝えています。現代社会は科学技術の発展によって、かつてないほどの豊かさを手にしました。しかしその裏で、環境破壊、資源の枯渇、大規模な戦争や対立、そして人間関係の分断と孤立が広がっています。これらは、ホピの神話が語る、欲望と傲慢が世界を崩壊へ導く、という教えに重なります。私たちが今直面している危機は、神話が描いた第四の世界の終わり、そのものかもしれないのです。だからこそ、ホピの物語は私たちに問いかけています。あなたは自然との調和を忘れていないか？あなたは過剰な欲望に流されていないか？あなたは次の世代に何を残そうとしているのかと。ホピ族は厳しい砂漠の中で限られた水と土地を分かち合い、自然の恵みに感謝しながら暮らしてきました。彼らにとって神話は昔話ではなく、日々の生活を導く規範であり、未来を生きる子孫への教えでした。便利さや効率だけを追い求めるのではなく、自然の循環を尊重し、持続できる社会を築くことが不可欠です。また、争いや分断は必ず滅びを招きます。
国家間の対立や宗教的な衝突だけでなく、インターネットや SNS を通じて人々が互いに攻撃し合う姿も、神話が警告した調和の喪失の一つです。平和を掲げるホピ族の姿勢から学ぶべきは、違いを受け入れ、共に生きるための知恵を大切にすることです。さらに、神話のシパプは、常に新しい世界への扉を象徴しています。現代社会は大きな転換期に立っています。環境問題への対応、エネルギーの転換、人工知能や新しいテクノロジーとの共存など、私たちは次の世界をどう築くかを選ばなければなりません。その選択を誤れば、第4の世界は終わりを迎え、神話の通りに次の世界へと移らざるを得なくなるかもしれません。しかし逆に、ホピの教えを胸に刻み、自然と調和し、節度を守り、争いではなく、平和を選ぶならば、第5の世界は破滅ではなく、希望の世界となり得るのです。この神話は、過去の物語ではなく、未来への警告であり、同時に、希望の約束でもあります。私たち、一人一人の行いが、次の世界の扉を開くのです。ホピ族が、何世代にもわたって、この物語を語り継いできたのは、今をどう生きるかが、未来を決めることを知っていたからに他なりません。私たちも、その声に耳を傾け、謙虚さと感謝を忘れずに生きることが求められています。4つの世界の物語は、現代社会に対して、あなたは第4の世界をどう守るのかと問いかける、大いなる鏡なのです。このチャンネルでは、物語や神話の不思議な世界を探求し、物語の魅力を発信しています。チャンネル登録と高評価が励みになります。興味を持った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。